ぐらいに切ります。これをアルミ箔に乗せて、一切れに小さじ1杯2分の1から1杯程度グリルで焼きます。うちは電気のグリルで焼きますので、今日はサバのすごくいいのが手に入ったので、サバをつけて20時間経ちました。これを今からグリルで焼こうと思います。表面が焦げてますけども、まあだいたい裏側の方も両面焼けですけど、いつもやってます。今日はサゴシがちょっとサゴシっていうのがサワラの小さいのですけど、ちょっと手に入りましたので、これをジャム味噌で焼いてみます。まず片身3枚におろした片身の部分ですけども、これを4つぐらいに切ります。少し斜め切りで。これをアルミ箔に乗せて、でこれにジャム味噌を塗っていきます。ジャム味噌を小さじだいたい一切れに小さじ1杯2分の1から1杯程度塗りますけども、超適当やな。超適当やけど、まあそれの大きさに合わせてね、自分の好みに合わせてもいいし、塗ってどうかね、ちょっと伸ばす感じで薄く表面になってるね。割と薄く、そんなたくさんは塗らない。ちょっとで焦げやすいから、あんまりたくさんするとそこだけが焦げたりするから、もうほんとイワシなんかでもさっと一塗りするぐらいの感じで焼いとったろ。それでも、美味しかったと思うけど。うまかったけど、焼いた後その味噌がついとるとは思わんかったね。そうやろ、溶けるからね、思い出から。ほら、ラズが上がってきた。もう魚の匂いが好きやから。これはこれで焼くんこれはこのままグリルで焼きます。うちは電気のグリルで焼きますので、このままグリルで焼いてきます。それと今日はサバのすごくいいのが手に入ったので、これもさばいて何キロ少し味噌漬けにして置いておきたいと思います。これはつけるんだ。漬け込んどく。今日はだって最強やし。焼いてくるね。もう焼くの？まだ早い？ちょっと早いね。ならまだ置いとくにはラズにやられるんですよ。これさばける？さばいてよ。これ鱗って取らんのかい？さーっとやってみて。なさそう。ない鱗ね。背骨あたりにある。
内臓捨てるんだろ。内臓捨てるんだろ。内臓は捨てるよね。鳥にやるから。ちょっと苦手な人は先に進めてください。血が出る。血だらけ。子がおるぞ。子は子で食うか。この切り替えたらね。こんな子が。久しぶりやね。子がこんなに子がちゅうが。サバは。サバのいいのがなかなか今までなかったから。洗う。洗います。洗います。いけるでしょう。あ、そういうこと。料理の手順中ものだ。いいかい。で、これ朝まで戻すのかい。そうです。まあ2枚で。あ、2枚。これの部分は塩にして塩焼きにして薄塩にして。じゃあ、半身だけ落とせんよね。頭もだって塩にして焼いて焼くから。頭も焼くの。そうでしょ。そりゃそうでしょうって。もったいないことはしちゃいけません。ちょっと見づらいかな。ライトの加減で。明るすぎるのかね。切ったら暗いじゃん。もうちょいか。やばいっけね。まあ刺身の分ではね、なかなか取ってきて、漁師さんにすぐもらうんだったらいいけど、今日はちょっと違うから。ここまで切るんだろ。そこまでバッと切って。これで。いいよね。で、頭を落として、頭と尻尾を、頭と尻尾を落として。尻尾も落とせ。で、それでよく拭いて。拭け。まだある。それをだとよく拭いて。肉残っちゃった。骨の部分はそれで、さっきのように斜めにこれ斜めに切れて反対向けるんですよ。そんなもの骨の方から切れますか。ここから4つぐらいに切ってもらって、ところどころちょんちょんと切れ目を入れて味が染みやすいようにで斜めに切るんです。結構ちょっといろいろ言われる。ここちょっとこんなもんさせたことなかったからね。1、2、3で切るやろ。これをちょっとね、こうやって2、3個筋をつけて、こうすると味が染みやすい。
こういうことか。ちょっと斜めに切るのね。斜めに筋も入れるっていう。うん。でこの辺。うん。こんな感じ。うん、そう。そして、うん、頭も入れていいから、もう半分に割らんでそのままでいいから。で、でこれで、それこそ塩を持っとって、本当は行った方がいいんだろうけども、そんなんね、家では適当に塩味をつけます。水分を飛ばして、ってことか。これで塩サバを作り置いとくってことね。そうすると、翌日ぐらいはまだ2日3日はこれでいける。そのためには、ペーパーを取ってもらえる？あ、これクッキングペーパー。クッキングペーパー、厚手のペーパーをはい、下に敷いて。取り切れてないですね。はい。これを下に敷いて。ちょっと私がいけんね。こうやってこうして、これでほらあれが出るやない。水分。それは吸わせにはいけんから、こういう風にして、吸わせるように置いとかんと臭みがね、やっぱり。細かいな。そんなん一個もしたことない。適当で、大抵みんなもう魚の匂いには慣れとる。ね、こうしてもう一枚取った。で、こうして水気が水気を出たら水気を。だいたい魚にも敷いてあるでしょ。ね、あれは魚の汁が戻らないように、これで冷蔵します。まあ2日ぐらいは持ちます。でこっちの半身は3つか4つに切ってもらえたら。3つか4つに切れ。それもちょっと切れ目を入れて味が染み込みやすいようにすると、もうちょっと斜めに入れてもよかったね。もっと深く成長。いや、ちょっとずつ斜めに、もうちょい斜め。そう。そして、まあこれも同じ要領だけども、これもタッパ詰めすんの？タッパ詰めする。今日食べるならあれやけど、味噌漬けにしようと思います。そうよね。そもそもその企画だったんじゃないですかって思って。塗るのね。味噌漬けにするから、ちょっと多めに。これはジャム味噌です。ジャム味噌ね。つける感じで。なんか塗ったくっとる。塗ったくる。全部に味噌使うと、味噌ももったいないから、そういった味が染み込んで、ちょうどいい。じゃあ塗って焼くっちゅうんじゃなくて、こっちはもうつけとくっていうことね。つける感じで保存しようかなと。ね。で、この中に入れるの。そう。小分けにしとったの？ジャム味噌小分けにしとった。ジャム味噌はもう小分けでとっと使えるように入れとった、保存しとった。あんまりびっちりつけてしまうと、保存は効くけど、
まあ、早くに使った方がいい。こんな早めに食べた方が、ね、やってこれそのまま焼けるから、もうグリルにスポンと入れて焼いちゃうみたいな。俺もやっぱり溶けないタイプのクッキングシートで水分を抜きながら保存するという感じなわけ。下に垂れたらその分は、あれが取ってくれるからね、紙が取ってくれるから、でこれで保存しとけばこれも 2,3 日食べれるし、野菜と一緒に蒸してもいいし焼いても美味しいし。なるほど。出来上がり。はい。出来上がりました。出来上がりました。こんな感じです。はい。動画撮るよりよ。動画撮るよりの？はい。これで写真出来上がりました。はい。これで写真を撮っていうのはうちの動画の話でして。綺麗に美味しそうにできました。できました。サバをつけて20時間経ちました。これを今からグリルで焼こうと思います。よく味が染みてると思います。ヘタってなった。ちょっとね、水分は下にちょっと出てるよね。じゃあこれを焼いていきます。ちょっとね、水分が少し出ましたけど、で焼いていきます。10分後。10分経って、この程度少し表面が焦げてますけども、まあだいたい裏側の方も両面焼けですけど火も通ってます。盛り付けるその。盛り付けますか。反対向きやけど。反対向きやけどね。木打ち粉やからこうやね、やっぱり。はい。細かい。はい、出来上がりです。